どうも、男中村です。今回はコーヒーのフライパン焙煎についてご説明したいと思います。コーヒーのフライパン焙煎とは、文字通り、このフライパンでコーヒーを焙煎することです。これが驚くほど美味しくできるんですよ。細かいことはもうやりながら説明しますね。では早速やっていきましょう。今回使う豆はこれです。これはジュピターという輸入食品店に売ってるものです。生豆を手に入れるときは他にはネット通販とかコーヒー豆屋さんで言っても売ってもらえますよ。今回使うフライパンがこれです。これは直径26センチのフライパンです。これは鉄のフライパンですけど、別にテフロン加工のフライパンでもフライパンは何だっていいです。豆の量は今回は 150g を焙煎しようと思います。このフライパンの大きさ的に 150g ぐらいがちょうどいいんですよ。200g 以上になると豆の量が多くて均等に火が通らなくなったりするんで、少ない分には 50g とかでも全然大丈夫なんですけど、 50g とか 30g とか、あんまり少なく焙煎する意味がないんで、少ない方は考えないで、100g とか 150g ぐらいが適当な量だと思います。フライパンに豆を入れて火をつけました。火をつけてからの時間が一目でわかるようにしてます。火力は中火です。最初はフライパンも豆もまだ温まってないんで、あまり混ぜなくても大丈夫ですよ。たまに混ぜるだけでいいですよ。3分くらい経ったところで弱火にしました。パチパチとハゼが始まりました。このまま焦がさないように頻繁に混ぜながら焙煎を続けます。パチパチとハゼてます。ハゼのピークでしょうか。このハゼはポップコーンがハゼるのと基本的に同じ原理です。ただコーヒー豆はポップコーンと違ってハゼても割れ目ができるだけなんですよ。ふわふわのパフにはなりません。それからフライパン焙煎はフライパンに接している部分だけが焼けますから、頻繁に混ぜないといけません。頻繁に混ぜても多少の焼きムラはできます。けどこの焼きムラは様々な焼き加減の豆をブレンドしたかのような独特な味の深みを出してくれるんですよ。だから結果的にフライパン焙煎でしか出せない味になるんですよ。だいぶいい色になってきました。この色はいわゆるシティローストと呼ばれる段階でしょうか。ここで焙煎終了してもいいですよ。私はもう少し深入りの方が好みなんで、もうしばらく続けます。よし、この辺にしておきます。火を止めました。すぐにバットに移して冷まします。バットに移した時点で12分2秒でした。これを冷ませばもうコーヒーとして飲むことができます。ちなみにこれは焙煎終了した時のガスコンロの周辺です。ご覧の通りこれはチャフと言われるコーヒー豆の薄皮です。このようにチャフが飛び散って台所が汚れます。これの対策としては後で掃除するというのが有効な対策になってます。っていうかそれ対策になってませんね。何か有効な対策をご存知の方はコメント欄で教えてくださいね。これが焙煎する豆の生豆。これがフライパン焙煎した後の豆です。多少焼きムラがありますけど、これがいい味を出すんですよ。ではコーヒーミルで豆をひきます。ひけました。すっごいいい匂いしてますよ。ペーパードリップで入れます。お湯を少し垂らして蒸らします。豆が新鮮ならこのように必ず膨らむんですよ。お湯を注ぎます。できました。フライパン焙煎キリマンジャロです。ではフライパン焙煎キリマンジャロをいただきます。めっちゃクリアな味わいですよ。キリマンジャロ単独ですから
味は深みと広がりっていうのはそんなにないですけども、フライパン焙煎の焼きムラによってちょっと幅と広がりが出てますね。幅と広がりって同じ意味やな。味に幅が出てます。とにかくね、これは焼きたてで新鮮だから美味しいんですよ。焙煎技術はプロに及ばなかったとしても、焼いてからすぐというその豆の鮮度で言えばプロに負けることはありません。お店では当然古い豆から順番に売っていきますから、今まさに焼いたばかりっていう豆は自分で焼かないとなかなか手に入らないですよ。コーヒー豆は焼いたばかりが最高に美味しくて、時間が経つにつれて味が劣化していくと私は考えてます。プロの中には焼いてから1日経った方が美味しいっていう人もいますよ。極端な例で言うと、焼いてから数週間寝かしてそれからお店で出すっていうのもあります。コーヒーの味はもう人それぞれ好みなんで一概には言えないんですけど私は新鮮なら新鮮なほど美味しいと思ってます。焼きたてで新鮮でフライパン焙煎による焼きムラによるその味の深み、これはキリマンジャロのストレートでしたけど、例えばまたブラジルの豆を買ってきてそれを焼いてブラジルとキリマンジャロをブレンドしたり、2種類の豆があるだけで、例えば今日はブラジルとキリマンジャロを半分半分にブレンドして飲もう、また次の日は今日はキリマンジャロを6割ブラジルを4割ブレンドして、そういう楽しみ方もできるんですよ。コーヒーのこと語り出したらキリがないんで、またそれコーヒー好きな人によってまた言うことが違うんですよ。私以外のコーヒーの専門家の方が喋ってもまた違うことをおっしゃるかもしれない。まあキリがないんでちょっとこの辺でまとめますけど、今回のようなフライパン焙煎はどうしても焼きムラが少しできます。その焼きムラは味に深みが出るというふうにポジティブに捉えることができます。でもどうしても焼きムラを出したくないって場合は、ご家庭にあるオーブンで焙煎するといいですよ。高級なオーブンじゃなくてもいいです。我が家にあるオーブンは電子レンジとオーブン機能の一体になったオーブンレンジですよ。オーブンレンジでも均一に焼くことができるので、またその方法は改めてアップしたいと思います。お楽しみにお待ちください。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回くらいのペースで更新してます。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますよ。コーヒーのフライパン焙煎とかオーブン焙煎とかブレンドについてもブログでやってますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。